皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、自由貿易圏 RCEP 締結についての徹底解説を行っていきます。ただし、今回の私の動画を見る前に一つ注意点があります。私は皆さんにとって、いわゆる受け狙いの動画というものはあまり作りません。例えば、三峡ダムが壊れるぞといったような YouTube 上では非常に人気のあるようなコンテンツについては私はほとんど関与してきませんでした。他の方が動画再生数が非常にたくさん伸びている横目で、私自身は生放送の中で三峡ダムは壊れませんよ。なぜならば三峡ダムに流れ込む川などで堤防を切ってしまえば、それによってダムへの負担というものが下がり、簡単にダムが破壊されるのを回避することができるからですといったような、いわば正論を普通に言っていたりするからです。またそれの前の話で言えば、 YouTube 上で非常に人気があったのが、砂漠飛びバッタがヒマラヤ山脈を越えて中国で飢餓を引き起こすほどに穀物を食い荒らすといったような動画なども非常に人気がありました。これだとも私はヒマラヤ山脈をバッタが飛び越えることなど不可能だ。たとえ夏の時期であろうとも、高い高度になればそれだけ気温は下がり、バッタは普通に寒さで死んでしまうといったような、これまた正論を普通に吐いていました。そして今回の RCEP の話題について言っても、 YouTube 上ではこの RCEP の締結と発効に伴って日本はあっという間に中国の植民地とされてしまうといったような、人々の不安を煽り立てるようなことを言って動画再生を稼いでいる人たちというのが非常に人気があります。なぜそのような動画の再生数が伸びるかといえば、それは非常に人々の心をかき乱すからです。ですから一言で言えば面白いと言えます。しかし私はそのような手法で皆さんからの動画の視聴を集めようとは思いません。そういった意味では面白くない動画かもしれませんが、しかしそれだけに非常に本質をついていきたいと私自身は思っています。とかなり前置きが長くなりましたが、それ以上に今回の本編は長いものとなります。また引用したニュース記事も非常に長いものを使いましたので、最後まで一度で見るのが辛いなと思った方はぜひとも2回に分けたり3回分けたりして動画を最後まで見ていってくれると嬉しいです。というわけで、まずは私自身が RCEP を解説するとどのようなことになるのか、基本的には経済的な話が中心となっていきますので、まずは RCEP がもたらす経済的な影響と中国がどのようにこの問題を捉えているか、そのことを伝えるニュースから見ていきましょう。 RCEP 締結に習近平高笑い、トランプ政権の遺産。 RCEP の締結は中国のコロナ禍早期脱出とトランプ政権の一国主義のおかげだと中国は大喜びだ。日中間 FTA まで内包してしまい、インドの不参加、台湾経済の孤立化も中国には有利だ。インドやロシアとはブリックスで結ばれている。多国間主義と自由貿易の勝利と中国。中国共産党の機関紙人民日報やテレビ局はアジアの自由貿易協定である RCEP 締結を多国間主義と自由貿易の勝利と一斉に称えた。これはトランプ政権が唱えてきた一国主義と保護貿易の反対側の立場としての中国を自ら礼賛する言葉で、中国は RCEP の締結を米中覇権競争における中国側の勝利と位置づけていることを意味する。周知の通り、トランプ大統領は就任するとすぐに TPP からの離脱を宣言した。今般の RCEP 締結にはアメリカを筆頭としたカナダ、メキシコ、ペルーおよびチリなどアメリカ大陸以外の TPP 加盟国が参加しており、 TPP には加盟していなかった ASEAN 諸国、インドネシア、タイ、フィリピン、カンボジア、ラオス、ミャンマーとともに中国と韓国が加盟したので、結果提唱国であった ASEAN10 カ国プラス日中韓プラスオーストラリア、ニュージーランド計15カ国の参加となった。中国が積極的になったのは言うまでもなくアメリカとの対立があるからで、いち早くコロナ禍から抜け出した中国は経済も回復しており、コロナで経済発展が低迷している周辺国を引きつけるに十分であったと中国は分析している。 ASEAN 諸国は政治的にはアメリカ寄りではあるものの、経済的には中国に頼らざるを得ず、中国はまるで ASEAN 諸国を中国の中庭と位置づけ胸を張っている。日本はあたかも日本の努力によって RCEP 締結にこぎつけたかのように解説する傾向にあるが、中国は全くそうは思っていない。なぜなら日本を引き寄せるのは中国にとって大きな利益をもたらすからだ。そのため日本が
日本の努力によってと言ったとしても、それは言わせておこうという姿勢で、結果として日本が加盟してくれさえすれば、中国としては大いに満足なのである。アメリカに当てつけた日本への執着。中国にとっては、日本はアメリカを代替するような存在で、何としても日本には RCEP に加盟してほしかった。RCEP 加盟国の中で、ダントツの GDP 規模を誇る中国だが、アメリカの最大のパートナーである日本を加盟させなければ、RCEP の旨味はない。アメリカが離脱した TPP を日本は、アメリカなしでも何としても成立させたが、その日本を中国がいただくということになれば、対中強硬策を続けているアメリカには、良い当てつけになると中国は見ているのである。また、ASEAN 諸国にしても、たとえ経済面だけではあっても中国にのみ頼り切るのは本意ではないだろう。中国もそのことは分かっている。そこで日本がいてくれさえすれば、アメリカの向こうを張って、かつ中国が GDP 規模ではトップという状態で RCEP を運営していくことができると中国は計算しているわけだ。中国大陸のネットでは中国を中心とした大東亜共栄圏という言葉までがちらほら出てくるような雰囲気なのである。事実上の日中間 FTA、アジア圏への一歩。RCEP には日本、中国、韓国が対等に参加しているので、中国から見れば事実上の日中間 FTA、自由貿易協定を締結したのに等しい。詳細に言えば違う側面もあろうが、外然的には似たようなものだ。中国があれだけ積極的に動いたにもかかわらず、難航していた日中間 FTA が、むしろ日本が積極的に入る形で RCEP を通して実現してしまった。日中間 FTA が成立すれば、中国としては日米と米韓を心持ちに罹患させることに成功するだけでなく、アメリカの対中制裁を避けて交易を継続することができる項目が増えてくる。それ以外にも、中国には早くから目論んでいる狙いがある。香港を中継地として人民元プラス香港ドルプラス日本円プラス韓国ウォンにより構成されるバスケットに裏付けられたステーブルコイン、取引価格が変動しない暗号資産を発行し、まずはクロスボーダー取引を試験的に試みる。FTA とステーブルコインがあれば、SWIFT、参加銀行間の国際金融取引を円滑にするためのネットワークシステムを経由しなくても取引できる。やがてそれを発展させて、ユーロのようなアジア圏で共通に使えるアジア元を形成していこうという夢を中国は描いている。一帯一路だけでなく、自分の中庭化した RCEP 領域でもデジタル人民元を普及させていこうという夢だ。それも知らずに中国の罠にはまっていったらとんでもないことになる。アメリカのドル基軸の世界をいつかはひっくり返そうと中国は虎視眈々と円形を見ているのだ。バイデン政権が誕生したらすんなりとはいかないにしてもTPP に戻ってくる可能性は否定できず、アメリカは日本を RCEP から引き剥がす可能性もあると中国は警戒している。少なくとも TPP と RCEP は対抗軸を形成していくだろう。だからこそ、日本は ASEAN 諸国とどう付き合っていくかが重要になるのだが、現状ではバイデン政権になっても、経済面で中国を封鎖することは相当に困難だろう。RCEP に参加しなかったインドは、中国にとってインドが RCEP に参加しなかったことは非常に歓迎すべきことなのである。なぜなら、人口においても、市場や GDP 規模のポテンシャルにおいても、インドさえいなければ、中国が文句なしにトップでいられるからだ。それでいて中国はブリックスにおいて、インドやロシアと強く結ばれている。モスクワにいる友人は、中国とロシアの経済協力関係に関して、ロシアにとっての最大の貿易相手国は過去40年ずっとドイツでしたが、習近平政権になってからすでにドイツの倍、来年は3倍になるのではないかとも言われています。中ロ蜜月は経済関係でもかなり明らかですと語っている。したがって中国にとっては、一帯一路プラス RCEP プラスブリックスという形で地球上のほとんどの国々とつながっており、アメリカを孤立させ、やがてアメリカを凌駕するという長期目標を達成するには、トランプ政権は最高に好ましい政権であったと逆説的に言うことができるのである。台湾統一に有利に働く台湾経済へのダメージ。見逃してはならないのは、RCEP 締結が台湾経済に与えるダメージだ。台湾から見れば、周りの全ての国、あるいはエリアの間の関税が大幅に下がる中で、台湾だけが高関税のままであれば、当然のことながら、台湾製品の競争力は相当に落ちることになり、RCEP はある意味、
台湾に対する経済封鎖につながる。RCEP に加盟したいなら、台湾も香港、マカオ同様に一国二制度を採用せよという要求を北京政府は台湾に突きつけるだろう。そのことに関する論争が台湾内部でも巻き起こっている。習近平にとっては一石二鳥どころではなく、笑いが止まらないほどの利益が舞い込んでくる計算になる。それというのもトランプが大統領でいてくれたからだ。中国は台湾統一を目指して第一列島線を確保すべく日本の領土である尖閣諸島への挑戦を繰り返している。甚だ遺憾だなどと言葉だけで言っていても中国にとっては痛くも痒くもない。習近平に高笑いを許しておくわけにはいかないのである。まず最初に一つの結論を言っておきます。それはこの RCEP の締結と発効というものは中国にとって大きな利益をもたらします。このことはそれこそ今回紹介した記事の中で淡々とそして非常に詳しく述べられていたように、中国は自分たちの経済圏を広げるために非常に都合の良い話となっています。そのポイントとして考えなければならないことがあります。それはこの RCEP というのが非常に経済、ビジネスにおいての話というものに特化したものであり、TPP などとは少し性格の違うものであるということを抑えなければなりません。まず第一に、特許技術や知的財産権についての話などはこの RCEP においては強く打ち出されてはいません。また、この RCEP などにおいて何か貿易ルールなどがいろいろ変わったとしても、中国の国有企業に対する扱いなどが変わるわけではありません。例えば中国に日本の企業が進出する際には、中国側と半分半分ずつの現地法人というものを立ち上げなければなりません。そして技術情報などについても中国側に開示するという義務を課されます。ですから、中国側の人間が入っているような企業において、日本側の企業の情報というものは吸い取られる可能性というものは常に存在します。このような問題についてこの RCEP では解決はしていません。また、中国は未だに開発途上国であるという体を続けています。このようなことをしているのは一体なぜかというと、貿易上における優遇策というものを取り続けているからです。それは WTO における自称開発途上国というのは、自国産業を保護する名目から先進国では許されないような自国経済へのテこ入れというものが認められているからです。ですから中国共産党は自国経済をどの分野を特に伸ばすかというのをそれこそ話し合って決めるわけですが、そうした自分たちが伸ばしたい分野に対して積極的な政府系金融機関からの融資やもしくはスパイ経済や専任計画などで得た情報というものを積極的に国内の国有企業やもしくは先端技術を持った民間企業へと流して、それによって世界的な競争力を不正に得ている部分があります。これらについてこの RCEP については何ら制約を課していません。ですから経済の話が中心であるこの RCEP によって自由貿易圏が広がり、それによって経済活動というものがしやすくなったということ、それ自体は中国にとって非常に有利に働くのです。よく YouTube 上には中国は孤立していると解説する方がおられますが、それは全くの間違いです。私もこのチャンネルの中で何度となく発言していますが、中国は反米国家やもしくは中国とのビジネス関係を重視する国々によって関係が深まっており、それによって中国は世界から孤立してはいないのです。一帯一路構想には東南アジアや中東、アフリカ大陸諸国や東欧、また南米大陸、その他小さな国々や反米国家など様々なジャンルや属性などに基づいて中国との関係を重視している国々というのが存在するのです。それらの国というのは一つ特徴として政治と経済もしくは人権問題などと経済問題というものを全く別問題として扱っていることが多くあります。それこそヨーロッパにおけるドイツなどはこれまで人権問題については口では非難することがあったとしても、中国との経済活動というのを密接に繰り広げて中国経済の発達に寄与してきました。それこそ米中冷戦構造におけるこの対立問題において政治と経済をいかにして分離するかというのは大きな問題でした。その中においてトランプ大統領が積極的に貿易紛争へと突入し、そして人権問題を理由として中国の高官らに制裁をかけたというのは一つビジネス上の利益よりもまず中国を抑えなければならないと動いていたこと、これが日本にとって非常に重要でした。私自身何度となくトランプ大統領の政策を支持していることを話していますが、これらはまさに
ビジネスの良い点というものをかなぐり捨ててでも中国を抑えにかかっているトランプ大統領の行動というものが日本にとっても非常に都合の良いものだったからです。ですからこのような話をするときにはあたかも私がトランプ大統領の全人格について肯定しているかのように否定する方もおられるわけですが、私が言っているのは国家の在り方についての話であり、トランプ大統領の個人を支持しているわけではありません。トランプ大統領の行ってきた対中政策というものを支持してきたのです。そしてビジネス上より良い話として言えば、それこそ多国間貿易というものを大事にして中国を抑え込みにかからないという選択肢もあります。それこそがまさにトランプ大統領の行っていた政策とは全く真逆の方向で、今バイデン候補の掲げている方向性でもあります。そしてそのような方向性になれば、それこそビジネス上の障害を取り払うということを目的にするわけですから、中国に対する制裁的な動きというものはアメリカが弱まってしまうというのが私の心配なのです。そして今回紹介した記事の中では、トランプ大統領がアメリカ第一主義を掲げて保護貿易主義に走った、だから中国が利益を得たんだという話をしているわけですが、その点について私は見解は違います。先ほども述べたように、トランプ大統領が目指したのは米中覇権戦争下における中国をいかに抑えるか。そのためには貿易上においてはより良いものではなく、そのような利益というものをかなぐり捨ててでも中国を抑え込みにかかってきたというのが私の見方です。そもそも今回取り上げるような RCEP のような多国間の貿易協定というものは大国にとってはあまり良いものではありません。なぜならば1対1で話し合った方がより有利な条件というものを勝ち取ることができるからです。例えば日本とアメリカが直接対決して貿易協定を結びましょうとなった時、必ず日本の方が分の悪い協定というものを結ばれることが多くあります。それこそ日本とアメリカの力の差として説明されることの多い出来事です。同じようにアメリカとどこかの国が1対1で話し合ったとき、どうしても世界経済の中心であるアメリカとその他の国々が話し合ったときに対等になるのは非常に難しいのです。そして多国間の貿易協定であれば話し合う国々の数というものはもっともっと増えるわけですから、アメリカ対その他の国々といういわば団結が働くことによってアメリカにとって自分の意のままにならないような貿易協定というものがどうしても進んでしまいます。もちろんアメリカ自身は自分の意見を通そうとするわけですが、どうしても1対1の時よりもその発言力というものは弱まるものです。そういった意味においても TPP にしても RCEP にしてもそうなのですが、バイデン大統領に変わったからといって本当にそこに加わろうとするかというのは実は全く別の問題なのです。アメリカとしては主要国との1対1の FTA 自由貿易協定というものを結ぼうとするような、そのような動きこそ現実的な選択肢でもあるのです。それでは RCEP についての中国の話、この部分について少し話を戻しましょう。今回 RCEP というのはまさに中国にとって都合の良い話だったわけですが、今後の拡張性が残されている点も見逃すわけにはいきません。それこそ今回の記事で紹介されていたように RCEP というものはプラスアルファとして一帯一路構想における中東やアフリカ大陸諸国や南米諸国など地球規模で彼らにとって都合のいい貿易協定というものをさらに拡大する余地というものがあるのです。そして拡大した貿易協定経済圏の中において彼らが導入を進めようと考えているのがデジタル人民元です。基軸通貨ドル決済というもののそのネットワークというものから全く外れたところで決済するためのネットワークを築こうというこの動きを進めることこそがまさに中国共産党にとっての自分たちの通貨を世界基軸通貨にしようという動きなのです。このような中国の狙いに対して私はこれまでのチャンネルの動画の中において何度となくクワッド構想の話を述べてきました。このクワッド構想というのはアメリカ、日本、オーストラリア、インドこの4カ国によって対中包囲網の中心国となり中国の動きを抑えようという動きです。私自身はこの構想の展望としてはいずれは軍事同盟化するということも視野に入れるべきだと考えています。そして香港問題、中国の躍進に対して警戒しているイギリスがシンガポールを母港として空母機動艦隊をアジア地域に派遣するのではないかといった話もありますし、イギリスを含めた
ファイブアイズ同盟に日本も加わる動きを進めるべきだと考えています。そのような形で軍事同盟と諜報同盟というものを組み合わせることによって、アジア地域における強固な同盟というものを築き、中国の動きを抑えるべきだというのが私の考え方です。私はそのように考えるわけですが、しかしここに大きな問題があります。菅政権としては、じゃあそのように現在のクアッド構想のその展望をどう考えているか、もしくはファイブアイズとの関係性をどう考えているかについては不明な点があります。そして一つ言えることは、現在の菅首相は少なくとも表立ってクアッド構想を軍事同盟化しようという意図というものを全く見せていません。菅首相のこれまでの発言を見ると、このクアッド構想に対する構想としては、経済連携にとどまる、そういった発言というものを感じます。しかし、経済連携だけでは中国の動きを抑えることはできないでしょう。また、ファイブアイズへの加盟というものも私はすべきだと考えているわけですが、少なくとも現在の日本政府がファイブアイズ加盟に向けての動きというものはほとんど見られません。自衛隊の中からその訓練などに参加する動きなどもあるわけですが、それはあくまでも訓練生の派遣といったレベルであり、ファイブアイズに実際に加盟し、その中で諜報活動を行うようなレベルまではとてもではないが達してはいません。そしてアジア情勢、そして日本の国防にとっても大事な話題として、台湾の話というものを除くことはできません。この RCEP によって、台湾以外のその周りの国々はまさに自由貿易圏としての形を整えつつあります。ですから、関税等が下がり、経済的なルールなどについても、これまでよりもハードルが下がってきます。それだけビジネスがしやすくなってきて、そのビジネス的なものと人の交流というものは盛んになるでしょう。ですから、そのような中において台湾が取り残される可能性は非常に高くあります。実際、台湾の報道などにおいても、この RCEP の締結、発行に向けての動きというものは非常に警戒感を持って報じられています。現在の中国と台湾との関係を考えると、台湾の立場というものが弱くなれば、それだけ圧力を受けた状態で押し込まれる可能性が強くあります。押し込まれると何が起こるかといえば、台湾内部における親中派が勢いをつけ、選挙によって政権が変わる可能性なども十分あるのです。もちろん台湾の人々がそうした親中派の動きというものを退けて政権を維持し続けるということも十分考えられるわけですが、そのような場合においても一つ大きな懸念があります。それは、経済力が伸びた中国というのは当然のように軍拡のスピードというものも衰えず、そのまま走り続ける可能性があります。彼らにとって一つ重要なことは戦力を集中できることです。アメリカの軍事力は地球一なわけですが、その軍事力というものは世界中へと分散していることが一つ弱点でもあります。しかし中国の場合は新植民地主義といって債務の罠にはめた国々において軍港を築いたりもしていますが、それはあくまでも限定的なもので、軍の主力というのはあくまでも中国周辺に集中しています。ですから台湾にかける軍事的な圧力というものがどんどんと高まることが考えられます。ましてや経済力を得た中国というものが軍拡を進めるその中においては、装備の刷新、近代化、そして物量をさらに増して台湾軍を圧倒する可能性というのがあるのです。トランプ政権下において台湾への軍事的な支援というものは盛んに行われたわけですが、しかしあくまでもそれは旧世代の兵器から更新を進めているという程度であって、台湾軍が中国の戦力をまともに弾き返せるだけのものではありません。台湾はそもそも人口としては中国とは比べるものもなく小さく、それでいて装備についても決して充実していたわけではありません。そのような状況下においてアメリカの政権が変わり、これらの軍事支援というものが途絶えるかもしくは弱まるようなことになれば、それこそ中国との軍事力の差がというものはどんどんと開き、それによって圧力がどんどんと高まるというのは自然の流れなのです。そのような状況下において尖閣諸島などもまさにその軍事的な圧力を受けることとなります。RCEP においてはまさにビジネス上の話だったわけですが、そのようなビジネス上によって利益を得た中国が軍事力が増して、それによって周辺国への圧力を加えていくというのは当然の流れと言えるでしょう。それだけに危険な動きでもあるのです。さて、こうした RCEP の話をすると、必ず動画の中で RCEP 締結をすることによって中国からの移民が大量に入ってきて日本が乗っ取られてしまうといったコメントを書く方がおられます。なぜそのようなコメントを書くかといえば、そうしたことを発言している動画などが YouTube では非常に人気があるからです。しかし RCEP の中身について言えば、決してどこかの国にさあ今すぐ移民をしようと思って
簡単にできるようになるよといったような話ではありません。それこそ RCEP の発行後に中国から毎月のように何十万人という移民がやってきて、あっという間にその申請が通り彼らが日本国籍を受けて、その足で役所へと赴き、さあ生活保護申請を行って、もう来月からはもう働かないで一生日本で暮らせる、そのような人々を日本人が養うために税金がどんどん高くなっていくといったような地獄になるわけではありません。しかし一部の YouTube の動画などにおいては、まさにそのような地獄になるかのような非常に不安を煽り立てるような内容を発している人もおられるのです。RCEP の締結によって確かにビジネス交流というものはより促進される方向へと進んでいくわけですが、それによって移民がさあ簡単にできるようになるよ。誰でもいつでもどこでも好きな国に住み替えることができて、その国で簡単に国籍を得ることができますよといった話ではないのです。またそもそも論として RCEP に日本だけは加わらない方が良かったといったような意見をされる方もいますが、それこそ考え直してください。今回の記事でも触れられていましたが、台湾の立場というものがあります。周りの国々は全て自由貿易圏下になり、ビジネス上のハードルが下がり、ビジネスが促進されるという状況にあって、自分の国だけが関税などを掲げていて、他の国よりも圧倒的に不利になるという状況があります。もしも RCEP に日本が全く加わらないとなれば、それこそ日本の周りの国々ばかりがビジネス上の利益を得るわけですから、不利な条件下となります。今回 RCEP に加わらなかったインドの場合は少し事情が違っていて、そもそもインドにしてみれば中国というのは最大の貿易相手国であり、すでに現在も貿易は非常に盛んなのです。そのような状況下において関税を一気になくしてしまうと、自国経済にダメージが出てしまうなという問題があるからこそ、中国と一緒の貿易体制というものは取れないから、今回の RCEP へと参加というのは一時見合わせをしているのです。しかし RCEP というのは最初にも述べたように、知的財産権の問題やそれぞれの国における法律問題において深く立ち入って国有化企業などを解体しろといったような話をしていないわけですから、インドにとっても決して入れないわけではありませんし、また途中までこの RCEP にインドが入ることを前提としての話し合いというものが非常に長々とされてきました。ですから今後インドが RCEP に加入してくる可能性というのはあるのです。そしてそのようなことを日本としては望むべきでしょう。それこそクアッド構想下におけるアメリカ以外の国々、日本、オーストラリア、インド、この3カ国の連携というのはアジア地域において一つの中心核となるべき存在なのですから。また RCEP に加わらない方がいいという人たちの中の意見としては、例えば日本は国内市場が非常に大きいのだから海外の市場などに全く頼らないでもいいという言い方をされる方もいます。実際問題、日本の国内市場というのは確かに日本企業が養っていけるだけの大きな市場が存在します。しかしそれはあくまでも過去と現在までだと思った方が良いでしょう。少なくとも未来においてどのような状況になるかといえば、日本は人口減少時代にすでに突入しています。つまり日本の市場というものは基本的にはこれからは縮小の一途をたどって決して拡大の一途ではないのです。しかも日本は構造的に言ってエネルギー源は常に海外からの輸入に頼り、食料資源についてもそのほとんどが海外からの輸入に頼っています。ですから海外との経済交流を自分の方から断ち切るようなことをするのはまさに自滅行為だと言えます。日本はヨーロッパとは EPA、そして環太平洋地域においては TPP、そして今回の RCEP と基本的には自由貿易協定を築くことに積極的な国です。これは国家の方針としてはまさにこうした世界市場の中で戦って生き残っていくんだというのが一つの国家方針であることを示しています。決して鎖国をして世界との断絶を進めようといった風な国家方針は取ってきていません。しかしこのような開かれた国というものを目指しておきながら、現在の日本政府には様々な点で足りない点があるのは明らかです。これからの国家経済を切り立っていくようなそうした大きなビジネスの種というものを十分に育てていく環境というのが日本国内の中でできていないという問題はいつも指摘されています。
ビッグデータの活用や人工知能 AI の開発や応用、そして利用、無人化技術やロボット技術、自動運転技術や量子コンピューター、さらには第6世代通信技術やまだまだ先の話ではあるものの核融合技術など、これらの技術で先行し世界標準を取るようなことができれば、それこそ世界展開することが可能となり、それこそ地球規模で事業を展開することによって富そのものも日本へと多く集積することができるのです。貿易圏が拡大し、一つ一つの国々のそうした経済の垣根というものが低くなればなるほど、そのような形で世界標準を取ることによって利益がどこかの企業やどこかの国家へとより集積しやすい世界というものがこれからはどんどんと進んでいくこととなります。それこそ現在のアメリカ企業 GAFAM、Google や Apple といったものがそうした今の代表なわけですが、次世代のビジネスにおいてはそうした企業というものから全く別の企業がそのような覇権を獲得する可能性というのはあるのです。そしてまさに中国はそのような形を目指しています。日本もそのような世界の覇権を取るような企業を育てるための環境整備やもしくはお金の使い方といったものもしなければなりません。そのためにはこれまで私が述べてきたような中国のスパイ経済をまずは弾き返す必要があります。国内においては対スパイ法を策定し、忍者組織を組織し、自分の中の守りを固める。そして日本国内におけるお金の使い方としても科学技術への優遇というものを鮮明にする必要があります。RCEP のような自由貿易圏の拡大の中に身を置くということは、そのような多国間の中で競争に勝ち抜いていくということを目指した政策というものをセットとして実施していかなければならないのが弱肉強食の現在の政治というものだと私は考えています。今回 RCEP の解説をしてきたわけですが、基本的にはビジネスの話というものが中心にはあったわけですが、ビジネスの話というのは国家経済へとつながり、その国家の力というものはまさに経済を基盤としています。この経済力が伸びるということは軍事力が伸びることにもつながりますし、周辺国への影響力というものを基本的には高まっていきます。中国の場合は軍拡を進めることもあるでしょうし、その軍拡を生かして周辺国への圧力を高めていくようなことにもなります。日本の場合はまさに尖閣諸島における戦いというものを考えなければならないわけですし、自由貿易圏が拡大し中国の力が伸びた時のデジタル人民元の登場とその広がるというものも危険視しなければなりません。ですから日本国内だけを見てまだまだ大丈夫だなという具合にして安穏としているのは決して良い選択とは言えません。常に世界経済というのは動いており、世界を見ながら日本国内の経済政策や政治というものも進めていかなければならないような非常に過酷な時代に私は入っていると思っています。今回は総じて長い話となり、同時に難しい話と思う方もおられるでしょう。実際私の動画へのコメントも難しすぎるよという具合にしてコメントされる方がおられるわけですが、今回の話というのは残念ながら簡単に済ませられるような話題ではありません。ですが、もしもこの話を一言でまとめるとするならば、RCEP の発行後の世界においてまさに日本というものは死ぬ気で戦っていかなければ世界的な競争の中で食われる側になってしまうぞということを肝に銘じなければならないというのが一つのまとめとなるでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。難しい話題を難しく話すのはとても簡単なことかもしれませんが、分かりやすく話すというのはより困難なものです。今回の動画でその理解というものが少しでも進んでくれればと思います。それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。そして次の動画でまとめにかかりましょう。またね。